帰れ。義母は一言言うと、玄関扉をバーンと閉めてしまった。私はあっけに取られる。まさかそんな子供のような態度を取るとは思わなかったのだ。いや、今までのも子供の喧嘩のようなもんか、と私は思い直す。私の態度も大概だろう。しょうがない、帰るか。家から持ってきた道具は後から取りに来ることにして、私は自宅に帰った。仕掛けはもう一つあるし、まあ、大丈夫だろう。かすみちゃん。そして、愛しくて可愛いあの人が、私の名前を呼んでいる。もう一つの仕掛けが発動だ。私の名前はかすみ。性格は、可憐な印象の名前とは真逆の男勝りで、負けず嫌い。よく、似合わない名前だな、と男女問わず、言われることが多かった。10代の頃は気にして、可愛い女の子のふりをしてみることもあったが、見事撃沈。知恵熱が出て、3日3晩寝込んだ時に悟った。ああ、私には無理な生き方だったのか、と。そこからは開き直って生きていくしかなかった。周りに、そんなんじゃ、彼氏もできないよ。と言われることもしばしば。そんなん、私が一番わかっとるわ。と思いながらも、なんだかんだ自由を謳歌していた。私は大のスイーツ好きで、週末を使って食べ歩きをしたり、自作したりするのが趣味だ。これだけは名前に似合う、可愛らしい趣味だと思っている。だが、私の性格を知っている人からすれば、それこそ似合わない趣味なのだそうだ。人生って、かくも難しいものなのか。そんな複雑な思いを抱えつつも、趣味を満喫していたある日、一人の男性に出会った。友達が紹介してくれたその男性は、佐藤大地と名乗った。190センチはあるだろう大柄な体格の持ち主で、私と同じスイーツ大好き人間だった。私、これから結婚の準備で忙しくなっちゃうからさ。スイーツ巡り、しばらく一緒にできなくなっちゃうなと思って。ちょうど会社の同僚が、スイーツ好きだけど男一人じゃ恥ずかしくてお店に行けないって言ってたのを思い出して、ちょうどいいんじゃねって思って連れてきてみた。ニカッと笑う友人のその隣で、男性は恥ずかしそうにうつむいている。猫背になり、大きな体で所在なさげに視線をさまよわせる彼は、なぜだかとても可愛らしく見えた。実家で飼っている大型犬が、いたずらをして怒られている時の姿にそっくりだ。多分、私と同じで、何も知らされずに連れてこられたんだろうな、と悟る。スイーツ好きということは、駅前のパティスリー、もう行きました？私は彼の緊張をほぐそうと、声をかけてみる。すると彼はパッと顔を上げて、キラキラした目で私の話に乗ってきた。あそこのスイーツ、美味しいって評判ですよね。一度は行ってみたいなとは思ってるんですけど、恥ずかしくて。しゅんとうなだれる彼は、やはり大変可愛らしかった。その姿を見ていたら、口が勝手に動いていた。私、今度そのお店に行こうと思っていたんです。よかったら、一緒に行きませんか？彼の顔がパーッと明るくなる。だが、すぐにハッとしたような表情をする。でも、ご迷惑じゃないですか？先ほどの明るい笑顔とは打って変わって、遠慮がちに私に聞いてくる。だが、明らかに目は行きたいと訴えていた。ふふ。くるくる変わるその表情に、つい笑い声がこぼれてしまう。不思議そうに私を見つめる彼の目を見て、私は答えた。こんなに可愛らしい人と一緒に行けるなんて、私の方からお願いしたいくらいです。その言葉にボンと顔をあからめる彼の横で、友人は大爆笑していた。それから大地と私はスイーツ好き仲間として、週末は一緒に過ごすようになった。趣味も話も合う私たちは、そうなることが当たり前かのように、割とすぐにお付き合いを始めた。そしてそれから2年後、私たちは結婚した。私は幸せでいっぱいだった。ある一点を除いて、問題は大地の母親、つまり義母のことである。義母はとても傲慢な人だった。しかも実の息子である大地ですら、義母のことをあまり好いてはいなかった。その傲慢さの片鱗を垣間見たのは、結婚の挨拶をしに行った時だった。義母との会話は、初めからなぜか一問一答形式だった。出身大学、年齢、性格、将来のビジョンなど事細かに聞いてくる。途中で、どっかの会社に面接に来たんだっけと思うほどだった。大地や義父は何度も義母を注意したり、話を変えようとしたりしたが、
我が道を行く義母には全くのノーダメージだった。私は私で最初に全部情報を渡しちゃった方が後々楽かもなという思いで、義母の質問に面接に来た就活生よろしくにこやかに答えていった。淡々と質問をしていた面接官、義母の態度が一変したのは仕事の話になった時だった。かすみさん、あなたお仕事は？私は今フリーランスで仕事をしていまして、主に外部の。フリーランス？義母はバカにしたように鼻で笑うと、私の話を遮ってきた。フリーランスって要は内職ってことでしょ。そんなお遊びみたいな仕事に大層な名前つけちゃって。母さん、かすみの仕事は立派な。ああ、いい、お前には聞いてないんだから。まったく、急に色気づいて男気見せようとするんじゃないよ。気持ち悪い。私をかばおうとした大地の言葉すら遮る。大地は顔を真っ赤にしてうつむいてしまった。私はまだにこやかな笑顔をキープし続けている。しかし頭の中では戦いのゴングが高らかに打ち鳴らされていた。まあいいわ。結婚したらどうせ辞める仕事なんだし、逆に簡単に辞めれてよかったかもね。義母はほほほほと私をあざけ笑う。私は笑顔のまま言葉を返した。やめませんが。義母の表情が固まった。私は聞こえなかったのかと、もう一度丁寧にはっきりと繰り返してやる。ですから結婚しても仕事は続けますし、辞める予定はありませんが。何を嫁の分際で口答えする気？嫁に入ったのなら仕事は辞めて家庭に入るもんでしょうが。まあ化石みたいな考え方をなさるんですね。現実世界にこんな方が本当にいらしたなんて珍獣すぎてびっくりですわ。義母は顔を真っ赤にして言葉も出ない様子だった。私は笑顔を絶やさないまま続ける。そうそう、私の大切な人をバカにしないでくださいます。大地さんは優しくて思いやりのある素敵な方です。それすらわからないなんてお母さん見る目ないんですね。大地が横で目をまん丸にして私をじっと見つめているのが分かった。大地は小さい頃から母親に叱責されて育ってきたそうだ。男のくせにめめしい。男のくせに可愛いものが好きなんて気持ち悪い。男のくせに甘いものが好きなんておかしい。体格だけ良くてあとは点でダメ。出来損ない。クズ。およそ子供にかけていい言葉ではなかった。母親の言葉に反論すると、晩ご飯はおろか朝ごはんすら出ないこともザラだった。父親は仕事が忙しく、そんな現状に気づかなかった。大地は高校生になるとアルバイトをして、母親の機嫌で出されない時の食事をコンビニなどで買って食いつないでいたそうだ。小学生の時、お腹が空いてどうしようもなくて卵を茹でたことがあったんだ。そしたらそれが母親に見つかって、男が台所に入るなんて恥ずかしい、そんなこともわからないのか、恥知らずがってすごい剣幕で怒られて、あれは怖かったな。大地は微笑みながらそう言って何でもないことのように語っていた。その表情は本当にただ昔のことを語っただけという顔をしていて、私は愚かにも今はもう母親のことを気にすることなく生きているんだな、よかったと胸をなで下ろしていた。だが先ほどの大地の顔を思い出す。顔を真っ赤にしてうつむいていた私の大切な人の顔を、傷ついてだが完全に諦めた目をしていた。その目を見た瞬間に自分の血の気が引いていくのを感じた。そして愚かな自分を恥じた。自分で自分をぶん殴ってやりたくなった。気にしていない。そんなわけないじゃないか。自分の母親から長年虐げられていたことを忘れられるわけがない。私も大地ほどではないにしろ、昔から言われ続けていた。女のくせにと。その時私はどう思っていたか。気にしないようにしてはいたが、確かに傷ついていなかったか、諦めていなかったか。今だって引いた血の気が戻ってくる。今度は逆にグラグラと煮えたぎるようだった。大人になってもなお大地を傷つけ続ける義母を許せないと思った。こうして私と義母の戦いの火蓋は切って落とされたのだった。私と大地の結婚について義母は最後まで反対していた。だが結婚式と披露宴自体はつつがなく終了。義母もきちんと参列していた。私も大地も結婚に反対ならば来なくていいと言ったが、
世間体が何よりも大切な義母は半ば強引に参列したのだった。どうなることかと思ったが、式場での義母は完璧な母親を演じていた。世間体大好き演技派妖怪。うわ。自分の母親の動向を不安そうな顔で見張っていた大地は、私のその言葉に吹き出して大きな肩を小刻みに震わせている。私はその姿にほっと息を吐いた。これだけ人の目があれば大丈夫だよ、大地。せっかく一生に一度の結婚式なんだからさ、眉間にシワ寄せてないで楽しもう。そうだな。そう言って大地はいつもの穏やかな笑顔を見せた。そうして何の問題もなく素敵な式と披露宴を終えた私たちは、その日はとても幸せな気持ちで眠りについたのだった。問題が起きたのはその後だった。私は披露宴の後に自分で作ったクッキーをプチギフトとしてゲストに渡していた。気合を入れて作ったクッキーは評判が良く、義母にも嫁への賛辞として親戚などから連絡が行ったそうだ。当然のごとくそれが気に入らない義母は私に料理に対する嫌味を言ってくるようになった。クッキーごときで調子に乗るな。料理はさぞかしお上手なんでしょうね。だのとくだらないものばかりだったので全てスルーしていたが、ある時私の携帯に義母から電話がかかってきた。ちょっと手を怪我しちゃって、1週間ほど晩ご飯だけでも作ってくれないかしら。あ、大変でしたね。出前でも頼んでは。なぜ私がわざわざ嫌いなやつのためにご飯を作ると思っているのか。そのまま電話を切ろうとすると義母が慌てて言い募った。待ちなさい。出前だとお金もかかるし、お父さんにも悪いから。だからあんたが作りなさい。それが人に物を頼む態度かと呆れる。だがお父さんか義父はどちらかというと私たちの味方のようだった。結婚の挨拶の時も義母の代わりに私たちに頭を下げて謝り、怒り狂う義母そっちのけで私たちをさっさと家に帰してくれたのだ。大地、お前は本当にいいお嫁さんを見つけたな。大切にしろよ。と言って私はしばし考える。何事かまだわめいている義母の声がうるさいので電話は膝の上だ。面倒くさい。どちらかといえば非常に面倒くさくて引き受けたくない。だが義父のためならば致し方ない。わかりました。では夜ご飯だけ作ります。でも材料費はきちんと請求させていただきます。はあ、それくらい嫁の務めでしょうよ。ただで作りなさいよ。ただで。私はそこまでお人よしではない。ではこの話はなかったことに。わかったわよ。払うわよ。でも勝手に材料費水増しされても困るからね。材料とレシートを持って私の家に来なさい。ここで作るのよ。いいわね。そう言って義母は一方的に電話を切ってしまった。嫌だ、もう行きたくない。ばっくれてやろうか。切れた電話を見ながら考える。しかし一度引き受けたし義父のことも気になるしで結局行くことにした。当初は作り終えたら即座に帰ろうと思っていた。だがあなたも食べていきなさい。という謎の義母命令とその後ろで一緒に食べてくの？という期待に満ちた目で私を見てくる義父に負けてしまった。一人この空間で一緒に食べることを想像すると耐えきれず、仕事終わりの大地も呼んで皆で食べることにした。大地と義父はおいしいおいしいと食べてくれた。その様子を見て私も嬉しくなる。だがそこに水を差すのはやはり義母だった。この煮物は味が薄い。この味噌汁は味が濃い。だのと文句を言ってくる。カーンとまた戦いのゴングが鳴った。義母が食べていけと言った時点でこうなることは予想していた。まあ想定内だ。冷静に対処させていただこう。私はすっと立ち上がり、薄かったですか？すみませんと言って煮物に醤油をかけ、濃かったですか？すみませんと言って味噌汁に水を足してやった。義母は私の行動にあっけに取られていた。その横で義父がボソッとつぶやく。自業自得だな。その声に義母の顔が一気に真っ赤に染まる。何か言いたげに口をパクパクと動かしたが結局何も言わず、その後はむっつりとした顔で食事を続けていた。そこから3日間私は義両親の家に行き夜ご飯を作り続けた。懲りない義母は作るたびに硬いだの
苦いだの、切り方が悪いだの文句をつけてきた。その度に私は笑顔で義母の分をレンジで熱々になるまでチンしたり、砂糖を足してやったり、ミキサーにかけてやったりした。義母は何かギャーギャーと文句を言っていたが、私は完全スルーを決め込んでいた。その度に大地と義父が笑いをこらえるので、私は大変満足していた。そして4日目、とうとう義母がもう来なくていいと言った。私は電話越しにガッツポーズをする。あれ？でもお母さん、手は治ったんですか？確か1週間って言ってませんでしたっけ？手は気合で治ったわよ。そう言って電話は切られた。だが私は知っていた。そもそも義母は手を怪我していないことを。かろうじて包帯は巻かれていた。だが平気な顔をして普段通りに動かしているのだ。誰だって気づくはずだ。仮に怪我をしていたとしても1週間もかかる怪我ではないだろう。ああ、ちょっと楽しかったんだけどな。義母の悔しそうな顔を思い出す。だが勝ち取った自由は素直に嬉しかった。そうだ、お祝いのケーキでも焼こうっと。私は久しぶりにルンルン気分でキッチンに立つのだった。その後は比較的平和だった。あんなまずい料理じゃ金なんて払えない。金を返せ。と義母がどっかのクレーマーのごとく家に突撃してきたり、逆に手間賃も払わないと申し訳ない。と言って義父が義母を引き連れて謝りに来てくれたりといったこともあったが、手間賃は思ったよりも多く包んでくれていて、一度は断ったものの。かすみさんの料理はとても美味しかったし、久しぶりに楽しい食卓だった。大地とあんなに笑い合えたのも久しぶりだった。ありがとう。と義父が本当に幸せそうな顔をして言うものだから、つい受け取ってしまった。その後ろで義母はとても見られたもんじゃない、悔しそうな恨めしそうな顔をしていた。私は勝ち誇った笑みを返しておいたが、それから1ヶ月が経った。あれからも平和は続いていた。しかし嵐は静かに近づいてきていた。ある日、義母から電話がかかってきた。またかと思う。嫌な予感がしてならない。顔をしかめたまま電話の画面を見つめる。そのまま出るかどうか悩んでるうちに電話は切れた。そしてすぐにまたかかってくる。それを3回繰り返した後、私はしぶしぶ電話に出ることにした。はい、もしも。あんたね、私が電話をかけてやってんだから早く出なさいよ。義母の声が電話越しにキーンと響く。いやいや、どこのわがままお嬢様だ。ツッコミどころ満載の義母の第一声にため息をつきながら私は答えた。すみませんね、お母さんと違って私は暇じゃないのでなかなか電話に気づけなかったんです。もちろん嘘だが、私の返事がご不満だったのか、義母お嬢様が電話越しにわめく。消費される私の時間がかわいそうだったので、私は電話を切ることにした。用事がないなら切りますね。待ちなさいよ。あるわよ、用事。何ですか？面倒くさい。さっき容赦なく電話を切っておけばよかったと早くも後悔する。だが緊急の要件だと困るのでしぶしぶ聞くことにした。義母は声を改めて話し出す。今度近所の人を招いてお茶会をすることになったの。それであなたとお話ししたいって方が何人かいらっしゃって、来てくれないかしら。義母の聞いたことのない猫なで声に鳥肌が立つ。しかもまさかのお茶会。お嬢様か。私が黙っていると義母が焦ったように話を続けた。お茶菓子とかはこっちで用意するから、あなたは身一つで来てくれればいいからね。来るわよね。必死さが逆に怪しい。そのお茶会って他にどなたが参加されるんですか？私は慎重に探りを入れていく。義母が挙げた名前はほとんど私も知っている人だった。だが確かに直接的に話をしたことがない人も何人かいる。そうですか。じゃあ来週の日曜日午後1時からだからよろしくね。遅れないでよ。考えさせてくれと続こうとした私の言葉を遮って義母は一方的にまくし立てると電話を切ってしまった。急いでかけ直すがつながらない。どうやら電源も切ってしまったようだ。私はしばし考える。このまま行かないという手もある。だがお茶会が本当にあった場合、他の人に迷惑をかける可能性がある。その場で
私のあることないこと変な噂を立てられても困るし、私はとりあえず参加予定だと聞いた人に連絡してみることにした。そしてお茶会は義母の言った通り開催されることが分かった。だがその他に有益な情報を手に入れることができた。私は情報をくれたその人に丁寧にお礼を言い電話を切る。なるほどね。義母の計画は分かった。だったらそれを利用させてもらおう。何度目かの戦いのゴングが鳴る。私は悪役レスラーよろしく北総 M のだった。決戦当日、私は時間通り義母の家に来ていた。こんにちは。私は元気な声で挨拶する。最初の声出しから負けてはいけない。あらあら、もう来たの？早かったのね。いらっしゃい。義母のうさんくさい笑顔が鼻につく。だが表情には出さないよう細心の注意を払う。あれ、1時って言ってませんでしたっけ？私の聞き間違いかな。わざとらしく首をかしげる私に気づかず、義母が驚いた様子で言った。あら、私は2時って伝えたはずだったけど、伝え間違っちゃったかしら。ごめんなさいね。いえいえ、大丈夫ですよ。演技派妖怪義母はにこやかに続ける。それで、お茶菓子とかはどこかしら？持ってきてって頼んだわよね。お茶菓子はお母さんが用意するって言ってましたよね。言ってないわよ、そんなこと。どうするのよ。あと1時間でお客様が来ちゃうわよ。私はどうしようとおろおろする。すると義母が本当に仕方ないと言った様子で私に言った。仕方がないわね。家の台所を貸してあげるからさっさと作りなさい。今からですか？そうよ。あなたお菓子作り得意なんでしょ？まさかたったの10人分も作れないっていうの？義母は嫌みったらしく私をニヤニヤと見返す。私はうつむいて声を絞り出すようにしていった。わかりました。今から材料を取ってきます。そうして義実家を出る。玄関扉が閉まる瞬間、義母は高らかに勝利の高笑いを披露したのだった。そして私はすぐに玄関扉を開いた。材料持ってきたので失礼しますね。と、先ほどとは打って変わって元気に入場する。義母はまだ高笑いの途中だったようで、玄関先で変な顔をしていた。その横をさっさと通り抜け、台所に直行する。なんか言いたげな義母を無視して、車に積んできた道具や材料をどんどん運んだ。よし。私はエプロンを閉め、気合を入れる。その様子を、義母は台所の出入り口でポカンと見ていた。お母さん、何もできないんでしたら、リビングにでも行っててくださいよ。邪魔です。もしも全然茶菓子が用意できなかったら、恥をかくのは、お客様を招待したお母さんだって分かってます？世間体、大事なんですよね。それとも私が一緒にお話ししてあげないと、一人じゃ寂しくていれないですか？私はにっこりと笑って言ってやる。誰が？義母は顔を真っ赤にし、リビングに消えていった。ツンデレか。義母は放っておいて、私は作業を始める。ゼリーは家で作ってきたので、冷蔵庫へ。クッキーは家で生地を作り、棒状にしてきたので、切ってオーブンへ。ケーキやシュークリーム、マカロンなどは、クリームを詰めたり、フルーツを飾り付けたりすれば完成するように仕上げてきた。あとは口直し用に、小さめのサンドイッチを用意する。できた。わずか45分ほどで、お茶会の準備は整った。盛り付けもバッチリである。いやー、間に合ってよかったですね。私は白々しく義母に言ってやった。今日の参加者から得た情報はこうだった。今日のお茶会は2時から。お茶菓子は私が用意することになっている。それを聞いた時にピンときた。なるほど。義母は私に間に合わないお茶会の準備をさせ、その姿を笑い物にしようとしているのかと。だから対抗できるようにほとんどを家で用意してきた。仕上げまで家でしてこなかったのは義母のこの姿を見るためだ。義母は私の目の前で顔を真っ赤にして悔しそうな表情をしていた。狙い通りで大満足である。自分の悪役さ加減に磨きがかかってきていて、ちょっと怖いところでもあるが、そこは見なかったことにする。さて、義母はどうするのかと思ったら、なぜか私をぐいぐいと押し始めた。突然のことに頭がついていかず、
されるがままになっていると玄関にたどり着いた。慌てて靴を突っかけるとそのまま外に押し出される。そして義母は一言帰れ。と言うと玄関扉をバーンと閉めてしまった。私はあっけに取られる。まさかそんな子供のような態度を取るとは思わなかったのだ。いや、今までのも子供の喧嘩のようなもんかと私は思い直す。私の態度も大概だろう。しょうがない、帰るか。家から持ってきた道具は後から取りに来ることにして私は自宅に帰った。仕掛けはもう一つある。まあ大丈夫だろう。それから2時間後、義母から鬼のように電話がかかってきた。言いたいことは分かっていた。先にお茶会に参加した人たちから、今日のお茶菓子、かすみ先生が作ったものですよね。かすみ先生の焼き印も押してありますし、お母様が自分が作ったとおっしゃっているんですが、と確認のメッセージが来ていたからだ。実は趣味のスイーツ好きが高じて外部から招かれ、週に 2,3 回講師として講義をしたりしているのだ。その流れで最近では自宅で月に数回スイーツ専門のお料理教室を開いている。今日義母に招かれた人の中には何人か私の教室に通ってくれている人がいたのだ。それを知った私は一応の対策として今日自分が作ったお茶菓子に教室で使っているのと同じ焼き印を押しておいたのだった。嘘をついた義母は相当責められたことだろう。参加者にお茶会を欠席してしまった理由を聞かれたため、包み隠さず全てメッセージで伝えたのだ。返ってきたメッセージはどれも相当な怒りようだった。義母からかかってきたこの電話は多分抗議の電話だろう。ずっと鳴りっぱなしでうるさいので電源を落とす。ははははははは。私は悪の大魔王のように勝利の高笑いをするのだった。その後義母は繋がらない電話にじれたのか、私たちの家に突撃してきた。ちょうど大地に今日の武勇伝を語って聞かせ終わったところだった。連打される家のチャイムに俺が対応すると言って大地が玄関に行く。しばらく玄関で言い合っている声が響いていたが、急にドーンと家が揺れるような大きな音がした。慌てて見に行くとそこには玄関横の壁に拳を当て大穴を開けた大地と顔を真っ青にした義母が立っていた。いい加減にしろよ。俺のことは何言ったって今更どうでもいいけどな。かすみのことを悪く言うのだけはもう我慢できない。これ以上口を開いてみろ。どうなったって知らないからな。義母は馬のような鳴き声を残して走り去っていった。私はその場を動かない大地にそっと声をかけてみる。大地。大地の肩がピクリと動く。そして振り向いた顔は何とも情けない顔だった。かすみちゃん、ごめん。壁に穴開けちゃった。どうしよう。ちょっと小づくだけのつもりだったのに予想以上に力が入っちゃって。半泣きで訴える大地はさっきの威勢はどこへやら私好みの可愛らしい男に大変身していた。これがギャップ萌えかと胸を押さえ膝をつく。そして真っ赤になっているであろう顔を隠し言ってやった。その穴、私の大地惚れ直し記念に取っておこうか。その後なんと義両親は離婚することとなった。義母のお茶会での態度や私たちの自宅での振る舞いがご近所に知れ渡り、その噂話が義父の耳にも入ったのだ。大地に連絡してきた義父は事のあらましを聞いて大激怒。ついに義母に見下り犯を突きつけたのだった。お見合いで結婚したとはいえ、どんな人でも添い遂げなければと思っていた。だがまさかこんなことになるとは。もっと早くに私が決断するべきだった。すまない。私たちに謝罪に来た義父は深く頭を下げてこう言っていた。義母は噂の広まったこの町にいられなくなり、遠い町に引っ越していった。全てを失った義母はすっかりおとなしくなり、今では一人寂しく暮らしているそうだ。そして私たち夫婦はというと、真に訪れたこの平和を思う存分満喫していた。やっぱりこのケーキ美味しそうだな。でもこっちも捨てがたい。じゃあさ、僕がこっち頼むから、かすみちゃんそのケーキ頼みなよ。二人で半分こしよう。いいの？わーい。恒例となったスイーツ巡りを二人で楽しむ。運ばれてきたスイーツを前に二人とも目を輝かせた。大きな体で少しずつ名残惜しむように食べる大地を見ていると、
胸に甘く温かな思いが広がっていく。幸せだな。何気なくつぶやいた一言に大地が答える。幸せだね。口の横にクリームをつけながら大地が微笑む。私は愛しくて可愛らしいただ一人を見つめながら甘いケーキを頬張るのだった。